今回はパリ1区と4区にまたがるシテ島のおすすめの観光スポットを紹介。サクッといっちゃおう。パリに来たらまずは訪れたいシテ島。セーヌ川にある島でドゥティアと呼ばれたパリ発祥の地。ドゥティアとはラテン語で川の中の住処を意味していて、紀元前ケルト民族系のパシリー族が最初に住み着いた場所とも言われ、パリという町の名前は彼らにちなんで付けられた。シテ。散策の出発はメトロ4番線のシテ駅から。シテ駅はシテ島にある唯一の駅で散策に便利。ルイ・レピーヌ。セーヌ川のほとりにある歩行者専用の広場。パリ警察の著名な長官であるルイ・レピーヌにちなんで付けられた。エリザベス2世花市場。指定駅を降りたら目の前に現れる植物、工芸品、生きた鳥を販売する個性的な花市場。花や植物、定期などが所狭しと並べられていて、ガラス屋根で覆われた場内は植物園のような空間。毎週日曜日に開催されている鳥市は、さまざまな種類の鳥はもちろんのこと、鳥かごや餌など飼育に必要なものがすべて揃っている。散歩をするだけでも癒されるスポット。ノートルダム橋。1914年に完成したセーヌ右岸とシテ島を結ぶアーチ型の石橋。王や聖人、ギリシャ神話の神などの彫刻が施されている。観光に便利な立地で、この橋をシテ島側に渡ったところに花市があり、さまざまな植物を見ることができる。ノートルダム橋という名前だけど、ノートルダム大聖堂の目の前の橋ではないのでご注意。橋の上はコンシャルジュリーの夜景の絶景スポットでもあり、美しい写真を撮ることができる。シャンジュ橋。ビクトル・ユーゴーの小説「レ・ミゼラブル」に登場するセーヌ川に架かる橋。パリ右岸とシテ島の間に架かる橋で、1区と4区の境界線になっている有名な写真撮影スポット。フランス革命時代の舞台にもなり、革命後牢獄となっていたコンシェルジュリーから多くの囚人が革命広場に設置されたギロチンの処刑場へ連れて行かれるためにこの橋を渡った。1793年10月16日、ルイ16世と王妃マリー・アントワネットもこの橋を渡って処刑場まで連れて行かれたと言われている。パレドラシテの時計塔。塔の高い位置ではなく、2階部分に設置されている珍しいパリ最古の公共時計。コンシェルジュリー。王妃マリー・アントワネットが処刑前に投獄されたという歴史ある場所。マリー・アントワネットの牢獄の他に、当時の囚人たちの生活がわかる展示、
資料室などがある。フランス革命反対派の政治犯たちが大勢収容され、最も過酷な牢獄として知られていた。パレ・ド・ジュスティス、日本の最高裁判所にあたるフランス法曹界の最高峰。中庭にある鉄柵はベルサイユ宮殿の入り口に似た造りとなっている。サントシャペル、13世紀に建てられた壮麗なゴシック様式の礼拝堂。パリ旅行で見逃せない観光名所の一つで、パリ最古の美しすぎるステンドグラスの教会として有名。ドフィーヌ広場、1607年に建設されたパリ最古の広場の一つ。静かで謎めいた美しさに満ちたこの広場は、何か物語が始まる予感を感じさせるロマンチックな場所と言える。ポンヌフ、1606年にアンリ4世によって作られた2つの橋からなるパリ最古の橋の一つ。住居に邪魔されずに美しいセーヌの風景を眺められ、今でもポン・デ・ザール、ルーブル美術館、造幣局などの美しいセーヌ下流の眺めを楽しむことができる。夜には欄干に灯された街灯によってその美しいポンヌフの堂々とした姿を見ることができ、映画の舞台としてよく使われている。アンリ4世騎馬像、ポンヌフを作ったフランスで一番人気の国王アンリ4世。愛人が50人以上いたと言われ、あだ名は公職じいちゃん。ヴェール・ギャラン広場、静かなセーヌの流れが間近に見えるロマンティックな公園。かつてここでテンプル騎士団長ジャック・ド・モレーが家系に処せられるという事件があった場所。一番先端には柳の木が垂れ、セーヌの流れを見つめながら沈みゆき夕日を眺める時間は、パリ観光の中でも格別なひとときになるだろう。サン・ミシェル橋、パリ改造で誕生したシテ島と左岸を結ぶ橋。1378年に初めて木造の橋が架けられて以来、幾度もの架け替えと修復が行われてきた。橋の側面に彫刻された N の文字は皇帝ナポレオン3世の頭文字に由来し、当時のフランス皇帝がいかに権力を誇示していたかがわかる。プティポン、2000年前から作り変えられてきた小さな橋。シテ島と5区を結んでいる。
して島遺跡納骨堂。ノートルダム大聖堂前広場の地下に広がる遺跡。古代ローマ時代から近代までの歴史が発掘され、2000年以上にわたる歴史を一挙に体感できる。ノートルダム大聖堂。観光客が絶えないパリの有名観光名所。ビクトル・ユーゴーの名作ノートルダム・ド・パリ、ナポレオンの戴冠式など、パリの歴史を850年見守り続け、現在もパリ大司教座聖堂として使用されている。周辺の文化遺産とともにパリのセーヌ河岸としてユネスコ世界遺産にも登録。現在は修復工事中で見学はできないが、再建完了は2025年以降を予定している。ドゥブル橋。ノートルダム大聖堂の真横にかかる歩行者専用の小さな橋。セーヌ川やシテ島の景色が一望できる。間近で見るノートルダムは迫力満点。アルシェベシェ橋。パリで最も狭い橋の一つで、大聖堂を後ろから見るには抜群の立地。ちなみにのだめカンタービレの舞台になっている。国外追放の殉教者の記念碑。第二次世界大戦中にフランスからドイツの強制収容所に移送された20万人の追悼記念碑。入場は無料。欧米。16世紀からある建物を使ったレストラン。本物の藤の花が壁いっぱいに広がっていて、季節によって景色が変わる。もちろんおすすめの季節は春で、藤の花が満開になったファサードはため息が出る美しさ。お店の中も歴史を感じる内装になっていて、まるで美術館で食事をするような贅沢な気分を味わえる。アモリアーノ・アルコレ。
パリ生まれでヨーロッパを中心に世界的なチェーン展開しているイタリアンジェラートのお店。花びらの形のアイスが有名で、着色料や人工香料は一切不要のナチュラル手工で製造。サイズに応じてアイスの種類を選び放題。アルコル橋。パリ観光に便利な橋で、ウガンからはノートルダム寺院に最も近い橋。1830年の7月革命で倒れた若き共和主義者アルコルの名前に由来する。外国の地名や人名を橋や通りの名前につけることが多く、それらは永遠に人々の記憶の中に刻まれていくのかもしれない。アルコル橋を見るとナポレオンと7月革命を思い出すように。いかがだったでしょうか。してしまう紹介。パリの始まりの場所で人気観光スポットが集中している島。歴史が古く、何よりもその静かでロマンチックな雰囲気に出会う風景のすべてが絵になるものばかり。それでは今回はここまで。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあまたね。ルーブファイターの庭。市庁舎すぐ横にある小さな隠れた公園。もともとはパリ市長のプライベートガーデン。週末と祝日のみ開園。